みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、西アフリカのキラキラした島国、サントメプリンシペ、なのだ。みんな、この国がどこにあるか知ってるのだ。実はね、サントメプリンシペには、なんと赤道がど真ん中をズバッと横切っている島があるのだよ。だから、右足で北半球、左足で南半球を同時に踏めちゃう。なんてことが本当にできちゃうらしいのだ。わーい、すごいのだ。そんな魅力いっぱいのサントメプリンシペから今日お届けするニュースは全部で5つなのだ。中でも、ずんだもんが特に注目してほしいのが最初のニュースなのだ。経済財務大臣、サントメプリンシペの経済の将来に向けた戦略的ビジョンを提示という記事なのだ。経済財務大臣さんが投資が安全で豊かな自然が守られ、みんなに平等なチャンスがある国を目指すすっごく大切な計画を発表したのだよ。なんと世界で初めて全土が世界生物圏保護区として国際的に認められることを目指しつつ、必要な資金の 70% 以上を民間部門から集めるというとっても革新的な戦略なのだ。これは見逃せないのだ。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。さあ、サントメプリンシペのワクワクするニュースを一緒に見ていくのだ。皆さん、こんにちは。今日はアフリカ大陸の西、ギニア湾に浮かぶ小さな宝石、サントメプリンシペ共和国をご紹介するのだ。この国は赤道直下に位置するサントメ島とプリンシペ島という2つの主要な島から成り立っているのだ。火山活動によってできた豊かな自然が魅力で、首都はサントメ市なのだよ。かつてはポルトガルの植民地としてカカオなどのプランテーションが栄えた歴史があるのだ。1975年に独立を果たし、現在は安定した民主共和制を敷いているのだよ。人口はおよそ20万人と世界でも特に小さいけれど、そのわけ素朴で温かいコミュニティが息づいているのだ。主要産業は今も肥沃な土地を生かしたカカオやコーヒーの栽培なのだ。特にカカオは高品質でチョコレートアイランドと呼ばれることもあるのだよ。また手つかずの美しいビーチや熱帯雨林はエコツーリズムの宝庫なのだ。近年は沖合での石油開発にも期待が寄せられているけれど、持続可能な発展を目指しているのだ。文化的にはポルトガル語が公用語で、アフリカとヨーロッパの文化が融合した独特の魅力があるのだ。陽気な音楽や祭り、そして新鮮な海の香をふんだんに使った料理も特徴なのだよ。現在サントメプリンシペは豊かな自然環境を守りながら、どのように経済を成長させていくかという課題に真剣に取り組んでいるのだ。世界遺産登録を目指す動きや再生可能エネルギーへの関心も高まっているのだよ。知れば知るほど奥深いこの国の魅力に触れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。経済財務大臣、サントメプリンシペの経済の将来に向けた戦略的ビジョンを提示という記事なのだ。サントメプリンシペの経済と財務大臣、カレス・グアダルーペさんが国の経済的な未来に向けた戦略的ビジョンを発表したのだ。これは投資が安全で豊かな自然が守られ、みんなに平等なチャンスがある国を目指すとっても大切な計画なのだ。この発表は第1回国際仲裁経済会議で行われたのだ。2026年から2040年までの新しい持続可能な開発戦略では、サントメプリンシペがなんと世界で初めて全土が世界生物圏保護区として国際的に認められることを目指すのだ。これは地球環境にとっても素晴らしいことなのだ。さらにこの戦略のすごいところは、必要な資金の 70% 以上を民間部門から集めることなのだ。これはこれまでの常識を覆すとっても革新的なアプローチなのだ。そして仲裁センターは経済改革においてすごく重要な役割を果たすことになるのだよ。仲裁はただの法律上の仕組みだけじゃなくて、
国の制度的な成熟を示すシンボルであり、投資家さんからの信頼の証、そして政府と民間企業、国際的な投資家さんたちを結びつける架け橋になるのだと大臣は強調したのだ。持続可能なビジネス環境を作るためには、しっかりとした競争力のあるインフラも欠かせないのだ。だから、政府は空港や港の近代化、そしてクリーンな再生可能エネルギーへの投資を最も大切な課題として取り組んでいくのだよ。グアダルーペ大臣は、サントメプリンシペの経済的な未来は、正義と経済発展、そして持続可能性と投資を呼び込む力を国としてどれだけうまく結びつけられるかにかかっていると締めくくったのだ。みんなで力を合わせて明るい未来を築いていくのだ。2つ目のニュースなのだ。FIFA インストラクターサントメプリンシペサッカー連盟を厳しく批判という記事なのだ。サントメプリンシペで FIFA の審判技術コースが5日間開催されたのだ。コースの閉会時、FIFA のインストラクターたちがサントメプリンシペサッカー連盟を厳しく批判したのだ。コースの運営状況が全然足りなかったのだ。FIFA のアフリカ審判育成責任者であるアタナス・ヌクビトさんは、暑いのに空調もなくて、電気やインターネットも使えないひどい状況なのだ。グラウンドも問題だらけで、参加者の宿泊先や交通手段の準備もなかったのだ。サントメプリンシペのような連盟にしては、あまりにもお粗末な状況なのだ、と厳しく指摘したのだ。でも、ヌクビトさんは、参加者たちが知識を得たい、という強い気持ちで、とても熱心に取り組んでいたから、コースは成功したと評価したのだ。さらに、サントメプリンシペの審判は賢くて能力が高いのに、国際的に活躍する機会が少ないことを残念がっていたのだ。国際大会に国として出場できなくても、審判の分野なら世界で活躍して、サントメプリンシペの旗を掲げられる可能性があるのだ、と期待を寄せていたのだ。この厳しい批判に対して、サッカー連盟の副会長アニバル・フェレイラさんは、責任は連盟だけでなく、サッカーに携わる皆で分かち合うべきなのだ、と説明したのだ。ヌクビトさんは、今回の状況について詳細な技術レポートを作成する予定なのだ。3つ目のニュースなのだ。ソシエデイドプロジェクト ERGUES ネーベスで職業訓練センター建設の起工式という記事なのだ。サントメプリンシペのレンバ地区にあるネーベス市で二重資格認定の職業訓練センター建設の起工式が行われたのだ。これは2025年10月13日の午前11時から始まったのだ。式典にはアメリカ、ラモス首相やイザベル・アブレウ教育大臣、それにポルトガルの大使も参加したのだ。この新しい訓練センターには3つの教室と事務室、先生たちのための部屋、そしてトイレが完備される予定なのだ。この施設はレンバ地区の高校生や専門技術を学ぶ若者たちが質の高い職業訓練を受けられるようにすることが目的になっているのだ。工事は約4ヶ月で完成する見込みなのだ。この建設は ERGUES プロジェクトという大きな計画の一部なのだ。ERGUES プロジェクトは2024年1月1日から2026年12月31日までの3年間続くプロジェクトなのだ。このプロジェクトの目標は、サントメプリンシペの教育システムをもっと質が高く、公平で、誰でも学びやすいものにすることなのだ。具体的には、4つの分野で活動しているのだ。1、二重資格認定の技術、職業教育を進めることなのだ。2、小中学校向けのデジタル教材を充実させることなのだ。3、先生たちの研修を強化し、教育に関する研究を支援することなのだ。4、教育省の組織としての力を強くすることなのだ。この ERGUES プロジェクトは、ポルトガル協力庁 CAMES はい T からの資金援助を受けているのだ。そしてマルケスバレフロール協会とマルケスバレ
フロール研究所がプロジェクトの調整と資金の一部を負担しているのだ。他にもアベイロ大学、エボラ大学、サンタ連工科大学、ポルトガル、カトリック大学などが実施パートナーとして協力しているのだ。さらにサントメプリンシペ教育、文化、科学、高等教育省やサントメプリンシペ大学もパートナーとしてこのプロジェクトから大きな恩恵を受けることになるのだ。みんなで協力してサントメプリンシペの教育をより良くしようと頑張っているのだ。4つ目のニュースなのだ。PRIASA および III プロジェクトの会計外部監査期限を延長という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。PRIASA プロジェクトの外部監査の提出期限がなんと延長されたのだ。これは PRIASAII と PRIASAII プロジェクトの会計に関する大切な外部監査のことなのだ。提案書の提出期限は10月20日までになったのだ。監査を希望する人はこの期日までに書類を出す必要があるのだ。具体的に監査の対象となるのは PRIASAII プロジェクトの2025年、2026年、そして2027年の会計なのだ。それから PRIASAII プロジェクトの2025年の会計も監査されるのだ。これでより多くの団体が準備してしっかりとした監査が行われるといいのだ。5つ目のニュースなのだ。パトリス・トロボアダ11月8日に ADI の決定的な会議を招集という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。サントメプリンシペでとっても大事なニュースなのだ。 ADI という政党のトップパトリス・トロボアダさんが11月8日に党の全国評議会を招集したのだ。この招集は10月7日に発表されたばかりなのだ。なぜこんなに急いで会議を開くのかというと、2026年に控えている総選挙までもう1年を切っているからなのだ。トロボアダさんは地方選挙、議会選挙、そして大統領選挙に向けて党をしっかり準備することが会議の主な目的なのだと説明しているのだ。少し驚きなのはトロボアダさん、実は2025年の初めに首相を解任されて以来サントメに一度も足を踏み入れていないらしいのだ。それでも彼は党の総裁、そして全国評議会の議長として評議員たちをサントメ市での会議に招集しているのだ。会議は11月8日の土曜日の午前8時に開かれるのだ。この大切な会議では党の将来を左右するかもしれない特別選挙党大会をいつ開催するのか、その日程を決めることも議題の一つなのだ。党にとってとても重要な話し合いになること間違いなしなのだ。みんなこの動きに注目なのだ。サントメプリンシペの豊かな自然と未来へ向けた挑戦の姿が印象的だったのだ。経済戦略や教育改革、スポーツの課題などいろいろな動きがあったけれど、この小さな国が持続可能な発展を目指す情熱を感じるのだ。これからもその魅力と動向に注目するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。